切れそうな今日何どっか行くの？昨日とかゴミ？ここで寝てるの？それでも僕の部屋は犠牲にしていいと思ってるんですよ。じゃあ犠牲にしていいのね、本当に。はい、今回の週末ビフォーアフターは 3LDK マンションにお住まいの4人家族のお宅にお邪魔してまいりましたので、まずはそちらの模様からご覧ください。はいどうぞ。どうも、こんにちは。こんにちはお待ちしておりました。古川です。よよろしくお願いします。ろしくお願いします。あら、なんか今日なんかいっぱいいる。あらいや、お子さんもいるの？わらわら。こんにちは、古方です。すごいわ、なんかこんなにお出迎えされたの初めてかもしれない。週末ビフォーアフター。本当でじゃあ、すか？はいいいですか、入って。はい。寒いんでね。はいなんで中に入りましょうか。お願いしはい、おます。邪魔します。ほら、なんか綺麗そうなバタバタでバタバ片付けましタ？た。はい、片付けた。いや、あら、いいじゃないですか。今片付け途中。片付け途中。すいません。はい。あら、本当だ。これ今日何どっか行くの？これは何ですか？最後のワルワが来て。おう、片付けてたんだ。片付けて片付けてる途中に私が来ちゃったの？いやいいんですけど、楽しみに楽しみにしてたの？子供たち。あ、子供たち？いや、私も。私も？うん。でもなんか私さっきちょっとちらっとお父さんのにやけ顔がちょっとどんだけ嬉しいのって感じだったんだけど、何？もう4人には1回会ってんのよね。以前ね、オンラインで。はい。この家は何ヶ月前になるかな？2ヶ月ぐらい前？もっと前？夏だよね。ですよね。そうよね。なんならその時よりなんか散らかってないけど。いろいろ出してうん片付けようとしてうんいたんですけど、なんかこう収集がつかなくなっちゃって。力尽きちゃったんだ。やだ、ちょっと私のせいで散らかったみたいな言い方しないでよ。そんなことないです。いろいろゴミが今ベランダに。昨日とかゴミ？今週片付けてて、今ゴミがそこに出してあるんですけど。じゃあ私いらないじゃない。そんなことないんです。捨てやすいのと捨てにくいのと。いや、まああるよね。でもちょっとごめんね。なんかすっごいゴミ出てる割にあんま景色は変わってないよそんね。なに言うほど出てないです。でもそうよね、あの時ね、もう悪いけど、覚えてるのは、結構私にいろいろ言われた後、ママ反抗しましたよね、私に。子供にも今日ママ嫌な顔しないでねって言われ嫌たんですけど。な顔、そうよ。嫌な顔じゃないんですよ。私もう相談があるから受けたのに、なんなら最後、すっごい気まずくなってね。なんで私に相談したのみたいな。違うんですよね。説明すると。説明長そうだな。いろいろ自分でこれからやっていかなくちゃいけないなっていう中で、どうしようっていうのがまず来て、そう、もうね、心ここにあらずっていう感じだった。ただ違うのよ。どうしたらいいかなっていうふうに言うから、ちょっとリビングの景色がちょっと悪いかなみたいに言ったら、ここは使いやすいですみたいに言われて、ですよねみたいな。だからそういう意味ではね、本当に片付けなんていうのは、自分でできればいい話の中で、でもやっぱりこう、夏から言ってきますけども、今冬ですからね。もう間もなくこういう季節ですよ。夏になかったものはこれだけですよ。それ以外まあまあありますからね。あとおもちゃは出したんですけど、あそこの一番端っこのカラーボックスは一番下の子が荷物とかもここ帰ってきてバーって出したりするんで、そこに入ってたおもちゃをとりあえずあそこの紙袋にバーって出して、これなんだ。一番左だけ変えました。これなんか、これってもしかしてランドセル？あ、そうです。はい。これ何？ここが定位置なの？にしてみようって。いつも帰ってくるとここのもご相談。もうすごいよね。もうさ、ランドセルの置き場所がリモコン置き場みたいなところにあるんだねみたいな。いやちょっと待って。いいよ。そんな話はどうでもいいよ私。ちょっと待ってよ。
でもいろいろ一応私の中でアドバイスしたつもりなんですけど、まあパッと見た感じで何も変わりませんよね。はい変わってませんよね。はい、でもなんとなくなんかまだちょっとこう自分たちの中であまり必要じゃないかなと思うものだけはとりあえず出せたと。出せるまでには、はいとりあえず至ったと、途中まで途中までね、確かに至ったと。いで結果なんで私に頼もうと思ったの？やっぱりどうやって景色を変えたらいいとかなるほど。はわからないっていうい。かわからない。だってもう毎週毎週私の週末ビフォーアフター見てるんでしょ？最近見てないです。あ最近やっぱね、みんなね、喉元すぎるとね、暑さ忘れるっていうわけじゃないけどね、そういうものですよね。やっぱね、片付け熱があるときは見るんだよ、みんな、必死に。で、なんか多少片付いちゃうと、まあ、いっかみたいなね、話になりますよね。いや、いいんです、いいんです。皆さんやらなきゃいけない生活活動がありますから、それはいいんですけど、まあ、とりあえずせっかく来たんで、まあ、今回私どこに何を入れるとかっていうよりもなんか私を、また連絡くれた理由とそれに対して私が何を答えなきゃいけないかっていうのを早く考えなきゃいけないので、はいまあ、とりあえず自分たちである程度努力はした。でも景色が変わらなかった。私この家の問題はリビングダイニングじゃなくて個室だったと思ったんですけど、それはどう変わったんですか？私行って大丈夫です。問題の部屋では私がそのオンラインで見せてもらった時にとても気になった部屋がここね、ここが私がオンラインで見た時に一番気になった部屋で、ここって誰の部屋なんだっけ？今はお姉ちゃんが勉強するのに使っていて、妹もたまに、ほぼ使わないですけど。じゃあここはお姉ちゃんの部屋なんだ。はい。でも私そうよ、これ思い出したわ。もうここにでっかいラックが置いてあってさ、なんか物置部屋みたいな部屋でお姉ちゃんの部屋なんだねみたいな。元は物置部屋というか、そうね、ちょっと物置部屋っぽいような名残が残ってるよね、でもあの時もさ、このもうなんかでっかいケースがさ置いてあってさもともとここに物が入ってたんだよね。はいである程度物を整理したんだけど、その側だけが残っちゃったみたいな。そうですね。ね、はでもこれはあれだったんだ、動かせなかったんだ、この牙城は。そうですね。まだなんか入ってんの？いろいろ。その下の衣装ケースが子供の工作とかに使うような材料とか、あともう一つは、子供の絵とかそういう思い出のものが入ってます。まあでもあんまり稼働してない、稼働率的にはこの棚はどでかい割にそうでもないみたいな話よね。そうですね。だってさ、そもそもさ、すごいね、お姉ちゃんの机の上だけはめっちゃ綺麗みたいな。お姉ちゃんめちゃくちゃ綺麗好き。そうよね。本当に。私がこんなに頑張ってるのにこんなもの起きやがってって本当は思ってんでしょ、姉ちゃん。どうなの？言っていいのよ。今日は古方純子が来たからね、大丈夫よ。何も言わせないわよ、この親たちに。じゃあ本当はお姉ちゃんが私のこと待ってたんじゃないの？私もそう思ってたんだけどね。あの時連絡くれた時にね、すぐにでも行って直してあげたいと思ったんだけどね、この親たちが学校だからさ。でもその間でもちゃんとね、この自分のデスクは綺麗にね維持して。でもどうなの？お姉ちゃん的になんか要望ないの？この部屋はどうなったらいいなとか。この部屋がこうなったら私すごいウキウキワクワクするんだけどみたいな。分かんないよね。だってこれで生きてるんだもんね。もうどうなるのが自分の理想なのかも分からないよね。だってこの家ってさ、部屋の中に収納がいっぱいあるんだもん。リビングにもお部屋にも。だからこうやって暮らしてて、なんなら私一生懸命片付いてるのになんで変わらないんだろうみたいなねところかしら。てかそもそもさ、まあここお姉ちゃんの部屋だって言ってる割にはなんかこっち側閉めるとなんかずいぶん昔の会社のイメージよ。これは何？こっち側しは。左側の電話より上がパパで、ああ、そうなんだ。パパのもの、書類で、はい。右側は私の。もろもろがここに来ちゃってるんだ。で、ちなみにこのデスクは誰なの？
あ、その茶色いのですか？もうそれは一応妹のなんあですけど。なるほどね。お姉ちゃんと妹でとりあえずこの部屋はシェアしてるんだけれども、妹はあんまりここで勉強することはないからほとんどがお姉ちゃんのものなんだ。そうですね。はいなるほどね。でもあれでしょ、部屋数的にあともう1個しかないから一応2人でシェアは絶対なのね。そうですね。うん中学校になったら、お姉ちゃんみたいに机を買ってほしいでしたの子は。なるほどね。じゃあこれは、まあ、今ちょっと事務付けっぽくなっちゃってるけど、最終的にはお姉ちゃんみたいなこういう立派な、ここにまた立派な家具が入っちゃうって結構なスペースですよって話ですからね。本当にそれでいいのって話ですけどね。でここにみかんとともにちょっとそれはいただいたんでちょっとそこに。あ、いいんですよいいんですよ、美味しそうだなと思っただけでこのみかんがね。でここはお姉ちゃんのものだった。2人の定位置ね。すごいよね。ランドセルはあんな僻地、もう本当に部屋の一番奥にあるのに、なんか出かける支度はここにあるって、なんか随分妹のものがあっちにもこっちにもあるよねみたいな。基本こっちのはお休みの日に使うか外出用みたいなね、感じのやつがここにあるんだ。なるほど。ただあれね、この扉の奥に収納あるじゃない。そうそうそう。わ、すいません、ちょっとそれ。すいません、ちょっとそれって何？途中です。なんで片付けてる途中が長いよね、この家。いつから片付けてるって話で。なんかここがなんか動いてないよね。なんなのこの段ボール。ここは。パパのものだったり私もいろいろ。へえ。じゃああんまり動いてないんだ。なるほどね。だから本当この家って動いてないものがめちゃくちゃ多い気がするんだけど、もう一個個室あったよね。パパの書斎って言われてもなんかもう洋服の部屋にしか見えないですけど。はい、ここは洋服の部屋兼、あ、すごいパパの机、もう大統領みたいじゃないですか。すごいですね。パパってあれなんだね、洋服を眺めながら仕事するタイプ。そうですね。ああ、そうそうそうですね。そうです。すごいね、ここ。なんかこっちだけ見るとものすごいできるお父さんなんだけど、こっちから見るともうなんか微妙だよね。レイアウト上昇がないというか、レイアウト上昇がない。ズーム会議とかやるときに後ろがそうよね。そっちから見ればだから普通じゃない。反対側向けないわけです。もう絶対向いたらダメだよ。もう絶対向いちゃダメなやつじゃん。でもこっちが足の景色もどうなのって感じがする。それもね、そういうもんだと思っちゃってますからね。長年こんな感じなんだ。そう。だってさ、ここにクローゼットあるじゃないですか。ここ開けて大丈夫？ここに洋服入れればいいんじゃないのって話じゃない？これがちょっと待って、ここに出てるのは誰の服なの？私と主人。服で、はい。こっちは？中はみんな。あ、そういうこと。ここファミリークローゼットなんだ。そうですね。家族4人分のものがこっちに入っちゃって、ここに集まっちゃってるから、お父さんは洋服を見ながら仕事しなきゃいけないっていう状況なのね。それは何？嫌だなとかしまってほしいなみたいなのはないんだ。それは自分が着るものもあるから、まあ待ってるんですけども、それが出せるっていう意味では便利だなと思うんですけど。だから、見させてもらって、ちょっと思い出したけれどもね、ここだってね、家族の衣類なんでしょ？そこはパパ、基本パパので、あとちょっと私の裁縫道具が入ってます。下の3段は備蓄だったり、あとパパの仕事関係。あれなのね、この家の収納のサイズにこの引き出しとか、ほらこの家ってなんかものすごい大きい衣装ケースだったりとか、こういう引き出しあるけど、全部が全部この家の収納のサイズに合ってないのね。だから全部出ちゃってるのね、部屋に。でもそれがどうなのっていう感じよね。だから、この家のサイズに合ってないものを使った暮らしをし続けるのか、それともこの家の収納のサイズに合ったものの量で、見合った量で暮らしていくのかっていうところで言うと、なんか今物ありきで生活してるなって感じがする。でもなんか変えたいから私を呼んだわけでしょ、きっと。だからそこのところさ、今日決着つけましょうよって話ですよ、せっかくだから。
だから物ありきで物事を考えるのか、個人個人のパーソナルスペースを大事にするための空間を作るのかみたいな。あれなのね、みんな寝る場所がここじゃないのね。私そこです。ここで寝てんの？そこに布団敷いて。布団どこにあるの？布団は和室の。すごい、毎日それ何上げ下げしてるの？干してうんここに戻すみたいあ、じゃあいつもここに布団があるんだ。本当にここ以外絶対に見せちゃいけない部屋なのね。すごくね、この部屋がこんなに闇があるなんて。隣も隣でまあまあすごいけど。ちょっと待って、なんかね、だって本当まださ、ここさ空いてるからさ、ちょっとできる男の部屋になってますけど、ここに布団敷かれたら親父の頭の上には服はあるわさ、なんか梅干しまで使っちゃってんだよここ。そうそうそう。これなんか梅干しもまあまあそこそこ。梅干し？な。梅ジュースです。なんかすごい状態になっちゃってますよね。状況はよくわかりました。ということで、変な話ね、片付いてるよって言われれば片付いてるのよ。もうちょっとなんか、物ありきだなこの家は。物ありきで物事を考えてるから、こう理想の暮らしも見えてこないし、そもそもどんなのが理想だかもわからないという中で、ママどんな暮らしが理想なのか言ってくださいよ。もういいよ、夢物語でもいいから言ってよ。パパも帰ってきて、仕事で疲れて帰ってきてるのに、これがないと子供たちもちょっと綺麗だったらなって。そういう意味で言ったら今思い出したんだけどさ、この家の元々の依頼ってパパからの連絡だよね。はい。で、うわーめんどくさいなーって、旦那がうるさい家か、いや母ちゃん大変だろうなと思ったら、なんか話をしてみると結構あれだよね、母ちゃんがすごい頑張っててみたいな。だから私はその頑張りは認めるんだけど、お父さんが帰ってきたら疲れを癒す、じゃあ疲れを癒す家ってどんな家なのみたいな。だって私は疲れを癒さないようにしてるわけじゃないわけじゃん。私なりにすっごい頑張ってるしさ、そういう意味で言ったら、私からのアドバイスで言ったら、あんまり収納が生かしきれてないよねって気がする。だって変な話、そちらの娘さんの部屋のクローゼットだってクローゼットじゃないじゃん、物置じゃん。だったら使う洋服を入れた方がよっぽどクローゼットのあるべき姿に戻るのに、物が主役だから、この家は物の場所になっちゃってるじゃん。でいっぱい収納がある一つがそれならいいんだけど、大してないのになんか本来あるべきクローゼットが全く動いてないんだったら、そこを子供たちのクローゼットに生まれ変わらせた方が、もっともっとそこが娘さんの部屋になる。でも今ってこっちにも家族のみんなのある、そっちにも家族のみんなのがある。なんかね、バラバラなんだよね。だから物がバラバラなせいで、お姉ちゃんがどんなに自分のスペースをしっかり片付けたり綺麗にしてても、なんかいつも家族の残骸がずっと残っちゃってるみたいな。だって私からしてみれば、ここがもしパパの書斎として使われてるんであれば、娘の部屋からはそういう雑多な書類はこっちにあった方がいいんじゃないとかさ、なんか一回そうやって娘のものと親のものでしっかり分けるだけで、まず 100% 娘の部屋は生まれ変わる。そうですね、自分のものじゃないものが多いせいで、なんか自分らしさのない部屋に自分のスペースを与えられて、仕方なくそこだけ頑張って片付けてるみたいな感じだから、この部屋が好きかって言われたら、あんまり好きっていうような雰囲気は見えないかなっていう気がしたので、多分それを私が代弁してくれるから、娘は私に来てほしいって思ってんだと思う。いやだからほんと大変、こういう家が。だって私ここで座って洋服見ながら仕事するって、本当にワンルームに暮らしてる独身男性の部屋よ。ここだけ見ると。だってここで寝てんだし、またここで YouTube で布団引かれちゃうよ。でもさ、ご主人に仕事頑張って帰ってきて、のんびりゆっくりくつろいでほしいって本気で思ってんだったら、もうちょっとお父さんが上がるようなお部屋にしてあげた方がいいし、もしここで寝るにしても、ちょっとこの衣装ケースの量は多すぎる気がするんだよ。だからそもそもこの衣装ケースありきで物事考えるかって話ですよ。どうなのママ？物ね。
てようと思えば捨てるんだけども、捨てなくてもいいんだったら置いとこうっていう、ね、子供の部屋はやっぱり一番きれいにしてほしくて、そういうの僕の部屋は犠牲にしていいと思ってるんですよ。別に理想言ったらもういい、ちょっと泣いていい私。いや僕はそこの裏側だけが綺麗だったらいいから、どっかをやっぱり犠牲にするところを作んないとダメだなと思っててで俺が犠牲になるのね。で僕が仕事をその空間で机も広くてできてるので、自分としては作業するところの空間さえあればいいんですよ。だから今そこ仕事のスペースは十分あるので、そこの空間が保てればいいと。であとはリビングに行った時に、リビングに物が散らかってると、自分がご飯食べるっていうところもこんな狭いところでなんか食べてくれたりとか、ちょっと足伸ばそうとしても下に物がいっぱい散らかってるとか、それは良くないなと思ってて、景色的なことを言ったらね、それはもっと大きな 4LDK に住めるみたいなことになっちゃうから、そこがもうそうしたら私の番組じゃなくなっちゃうこれ。そうそこまではもうしょうがないと思ってるんで、少なくとも自分が何か作業をする空間は常に保っているような配置にしたいな。でそれってある程度置き場所とか決めてもらうと彼女はねできる方なんですよ。で、僕はどうしかとぐちゃぐちゃにしちゃうんですけども、決められたことはきちっとできるものなので、そのルールをちゃんと納得した形でサービスとして提供していただけると、それを継続したもできるなと思ってます。サービス業とか言われちゃってもさ、ちょっとだから私は彼女の努力を無駄にしたくない。そうよ、無駄にしたくないっていうのがあるから、とにかく突破口を作りたいって思うんだけど、分かった、じゃあ犠牲にしていいのね、本当に。いいですいいです、そこはいい。はい、ということでこの家の問題を見ていただいたわけなんですけれども、この家の攻略ポイントはズバリこの2つの個室のスペースを占める巨大収納グッズの行く末です。ご主人は自分の部屋が犠牲になっても他の部屋をなんとか片付けてほしいということだったんですが、次回の週末ビフォーアフターはたった1日でこの溢れ返った収納アイテムを捨てずにこの家の景色を変える挑戦が始まります。どうぞお楽しみに。それではまた来週、さよなら。終わった。よかったらチャンネル登録お願いします。いいね、コメントもお待ちしてます。